こんにちは、なっきです。今日は文学少女をイメージしたネオブライスのメイクの仕方をやっていきたいと思います。動画が2つになったので前編になります。なんで文学少女にしたかというと、ベースドールがモニーク・マニフィークさんなんですが、色白でくるくるのロングヘアを見て、栗色の髪で窓際の床に座って本を読んでいる女の子のイメージが浮かんできたからです。なので今回は穏やかで可愛らしいメイクを目指していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。フェイスタイプはラディエンス、肌タイプはクリーム色白肌です。削りが終わってヤスリをかけた後にエアブラシで肌の塗装をしています。前もって色ムラをつけています。ちょっとリアルめにしようと思ってランダムに拭いたのと、肉眼で見ると見えるんですが赤い点々を細かく拭いています。濃いめの茶色で影を入れています。二重の線と目の下と目頭のくぼみと鼻の脇と唇の境界線など削りを強調したいところに入れています。色を置いたら水をつけてなくて乾いた状態のメラミンスポンジで色を調節していきます。落とすときは均等に全てを落とすようにするんじゃなくて、濃く残したい部分と薄くなじませたいところを作って消すといいかなと思います。この鼻で言えば、例えば小鼻の横はしっかり色を残すんですが、小鼻の上側はふわっと広がるような色ののせ方にしたいので、上側だけしっかりめに消したりします。あと鼻の下が黒いと印象的に沈んだ感じになりやすいので、鼻の下もしっかりめに消してなじませていきます。それから鼻の横のしっかり残したい影なんですが、広すぎるとぼやっとした印象になりがちなので、濃いとこは残すんですが範囲を狭くする削り方をします。で、シャープな感じを出したいなと思ってやっています。立体的に見せるのに一番尖ってる部分、前に出てる部分は明るい方がいいので、鼻の先端が汚れてしまっていないように合間合間で軽くこするようにしています。鼻の穴の中も暗くしておきます。鼻もよく見られるパーツなので、気合い入れて作り込んであげるのがいいかなと思います。二重の線を影で延長しています。延長する前の部分までしか削りでは彫ってないんですが、影を入れることでナチュラルな感じに馴染むかなと思ってやっています。小鼻の形を強調するように影を入れています。また鼻が前に飛び出して見えるように鼻の付け根にも影を入れて暗くしていきます。さっきまでは細めのブラシを使ってシャープに入れていたんですが、広めのチップに変えて広い範囲でのせるようにしていきます。今は目頭から鼻筋につながる部分を書き込んでいます。色を濃いめにのせてメラミンスポンジで消して調節していくのがいいかなと思います。ほっぺも丸く見えるように影を入れています。口角からつなげるようにすると可愛いなと思っています。ちょっと赤ちゃんっぽいぷっくり感が出るかなって感じがします。輪郭も結構削ったんですが、そこを強調するように影を入れていきます。この子の削りは目はちょっと大きめで、口が小さめ、鼻はすっきりした形にしようと思って削っていました。で、今回特に目の下に癖を少しつけようと思ってカクッとなるように削っているのと、ほっぺがぷっくり見えるように顎周りと目頭の横を重点的に削るようにしています。その時の様子はじっくり見る削り動画、解説声なしっていう動画で見られますので、気になったら見てみてください。概要欄にも貼っておきます。今は正面から見た時にこめかみが引き締まって見えるように影を置いています。広い範囲なので大きめのブラシでムラになるように影を追加しています。叩くようにして毛先が広がるように使っています。同じブラシで眉間にもざっくり影をのせていきます。広い範囲に一色でがっつり影をのせてしまうと、いかにも塗っていますっていう感じになってしまうので、ぼかす意味でもムラを作るようにしています。ブラシを持ち替えて鼻の下、口の周りなどに影を追加していきます。ここでブラシを持ち替えたのは、狭い範囲に大きいブラシで塗ってしまうと塗ってない部分がなくなってしまって全部が黒くなってしまうからです。影がつながっちゃうんですよね。なのでいろんなサイズのブラシがあると便利かなと思います。リップは真ん中の膨らんでいる部分を挟むように影をつけていきます。あとは山になっているようなのを強調します。のせすぎると暗い唇になってしまうので、様子を見ながら影を追加していきます。
上下の唇の境界線と口角にしっかり影が乗るといいかなと思います。しっかりめにのせてメラミンスポンジで消すようにしていきます。影ばかり気にしていると一番飛び出てほしいところまで汚れていても気がつかない時があるので、意識的に唇の真ん中の部分と下唇の一番ぷっくり見えてほしいところをメラミンスポンジできれいにしていきます。境界線の影は一色単にするんじゃなくて、口角が濃くて真ん中に向かう線は薄くて、真ん中の膨らみの下の線は濃くて、右の口角に向かう線は薄くて、でまた右の口角は濃くてっていう風な影にするとかっこよく見えるかなと思います。影入れってすごい地味な作業なんですけど、でもやっぱり大事かなって思います。見栄えに直結してくるかなっていう気がします。チークとかアイシャドウで差をつけようと思ってもなかなか難しいものなので、やっぱり肌の下地作りが一番重要なんじゃないかなって思って気合い入れてやっています。個人的にやっていて楽しいからやれるんですけど、鼻は小鼻を強調した影を入れていきます。鼻の頭はひし形をイメージしています。外国の方の鼻は結構四角かったりひし形だったりすることが多いかなっていう感じがしています。アジア系の鼻が綺麗な人を参考にしてもいいですよね。あと子供の鼻ももちろん可愛くっていいし、自分の作りたい鼻の参考画像を見つけられるといいかなと思います。その画像を見ながら実際に削ってみて、よく見比べるとどこがまだ足りないのかなっていうのが見えてくるので、その見えてきたところを極めていくのがいいと思います。先ほどから耳に赤みを刺しています。耳たぶが赤っぽくて耳の上側がオレンジっぽい色を使ってみました。おでこにもムラを追加しています。それをメラミンスポンジで適度にこすってなじませていきます。ほっぺや鼻にも同じ色でムラを追加しました。目尻に赤みを追加しています。目の外側から3分の1ぐらいのところです。それから目頭に赤みを足して、ついでに上まぶた側にも少し赤みを足しました。これからアイシャドウを足していきます。茶色系の色で中くらいのブラシでざっくり塗っていきます。目全体の形を緩やかな三角形にしていきます。鼻の下側に赤みを足していきます。それから口にも赤みを足していきます。結構はっきりとピンクっぽい赤です。どちらかというと青み寄りの赤にしました。唇は立体感を意識しながら色を置いています。色のつき方が気に入らないときはメラミンスポンジで簡単に直せます。ほっぺにも色味を追加していきます。エアブラシでムラができているので、大きめな筆でふわふわふわっと統一した色をのせるような感じで塗りました。チークの位置なんですが、ほっぺの削りでふっくら見えるように削ったところの半分から下を塗るようにしています。影とつながってもっとふっくら感が出るかなと思ってやっています。それから一部分だけもっとしっかり赤い部分が欲しかったので、小さめなブラシに変えてしっかり色をのせるようにしました。鼻の影にも色を足していきます。オレンジ色っぽい赤っぽい色を足しました。鼻の付け根ですね。影色だけでちょっと沈んだ感じがしていたので色を入れています。おでこのムラにも少しオレンジ味を追加しました。納得いくまで同じ作業を繰り返していきます。後頭部にも色を足していきます。エアブラシでムラを作った上に赤い色をポンポン置いていきました。もう一回ほっぺに重ねていますね。リップに色を置いていきます。塗るところと塗らないところのメリハリをつけながら塗っていくのがいいかなと思います。この子の場合だと一回うっすら全体に塗った後に上唇の膨らみの左右と境界線付近から下に向かってグラデーションをかける感じで塗っています。唇だけもう少し目立たせたかったのでがっつり色を置いています。朱色っぽい赤です。メラミンスポンジで粉を払って濃さを調節しています。メイクの中でリップだけは結構目立ってもいいかなと思っていて、ここもサイドを落とさずがっつりのせるようにしています。完成までに多分まだ何回か違う色ものせるかなと思います。同じ色でポイント的にほっぺと鼻の下も濃くしてみました。
目の際を黒くしています。アイラインを入れるのにアイラインだけだと浮いてしまうので下地を作っているような感じです。穏やかで可愛らしいメイクのイメージなのであんまり黒をがっつり入れるときつい印象になっちゃうんですが、目の上が黒いのは可愛いので今回はがっつり黒くしていこうと思います。人中と目頭に赤を追加していました。ほっぺを他の部分となじませるように広範囲に広げています。リップの手直しをしています。やっぱり一番リップが目に行く場所なので気合い入れてやっています。おとなしい子の設定なのでヌーディーリップでもいいかなとも思ったんですが、今回ワンピースを赤くしたかったのと髪の毛を焦げ茶色にしたかったので、しっかりめに赤い唇の方が可愛いかなと思ってそうにしてみました。ね、白い肌に赤いリップってめっちゃ可愛いですよね。なんだかんだ言ってる間に肌が仕上がってお髪と合わせて見ていました。髪の毛がつくと結構メイクが薄く見えちゃいますよね。今度はまつげとかもつけて最終的に調節していきます。で、ここからは眉毛を描いていきます。眉毛の下地は髪色より少し薄めの茶色で下描きするような感じで描いていきます。この時に線だけ描くんじゃなくて眉頭の方の眉間の影につなげるようにしたり、骨格の骨の位置に沿うように入れてあげると自然になるかなと思います。ちょっと説明が下手くそですいません。ただひたすら気に入る形になるまで永遠と描き続けていきます。今回は優しくって可愛らしい顔なので、ハの字型の少し下がり眉で上に抜けるような表情にしようかなと思っています。右側の眉毛が気に入ったので、そこに合わせて左側の眉毛を整えていきます。左側を整えつつ、右側の眉毛も加筆して深みを出していきます。だんだんと眉毛の形ができたら、その周りも少しぼかすように色を置いて自然とつながるようにしています。それで形がしっかり決まってきたので、濃い色を上から1本置いて、それをリキテックスで描く時用のガイドにしようと思ってやっています。結局描いてたんですが気に入らなくて全部落として描き直しました。眉毛はお顔の額縁なのでめっちゃ悩みます。眉尻は揃ってる方が綺麗かなと思ってシュッシュシュッと揃えるようにしています。あとは細眉がいいかなと思ってちょっと細めです。ぼかして周りにつなげている時についつい色をのせすぎちゃって目周りが暗くなっちゃうことが多いので、眉尻下は明るい方がメリハリが出て綺麗に仕上がるかなと思います。なのでメラミンスポンジで消してあげるのがいいかなと思っています。結構前頭の方の影の入れ方で表情が変わってくるので、切ない感じにしたかったらハの字のカーブをきつくしてあげるといいかなと思います。今回は暗い髪色にする予定なので、毛流れはしっかり濃い色で描こうと思っています。毛を濃く描くので下地自体も色が濃いと顔から浮いてしまうので、なんて言うんですかね、がっつり外国人のような、まあそれもいいんですけどね、ちょっとナチュラルな感じに優しい感じにしたいので下地は薄い色にしてみました。眉毛を消す時に使うメラミンスポンジは水を含ませて使ってもいいと思います。しっかり線の感じを出したい時は水のついたメラミンスポンジで削ぎ落とします。あんまりぼんやりしすぎると眉なんだかなんだかわかんなくなりがちなので、眉の中心から目尻側はしっかり線が見えてる方が個人的には綺麗でいいかなと思っています。眉頭ははっきりさせない方が素人臭くない感じでいいと思います。人間がメイクするのと一緒ですね。眉頭結構がっつり描き込んじゃうとやぼったい感じになります。一色で描いてる時も濃淡はつけられるので、どこを濃くしてどこを薄くしたいかを考えながらやれると綺麗かなと思います。この場合は眉尻のちょっと前が一番濃くて、眉尻が2番目に濃くて、眉頭を薄めにしています。どのメイクもお顔として作っているので、他とのつながりを考えてあげると統一感が出て全体的にクオリティが高くなるんじゃないかなと思っています。クオリティを上げたいかどうかは完全に自己満足です。でも上げられるなら上げといた方が作っていて楽しいと思うんですが、どう思いますか？さっきまで優しいアーチ型の眉毛だったんですが、目の上を平行眉毛気味に変えてみています。ちょっと落ち着きのある顔になります。眉毛をあまりに描きすぎてよくわかんなくなってきたなっていう時は、カメラを使って写真を撮って確認するのがおすすめです。カメラを通すと目で意識できなかったところも平面的に見えるようになってくるので確認がしやすいです。で、その画像自体も左右反転してみたりすると位置が高かったり眉尻が短かったりいろいろ見えてくるものがあるかなと思うので、よかったら試してみてください。
ということで前編の動画はここまでになります。今回は文学少女をイメージしたネオブライスのメイクの仕方をやっていきましたが、いかがだったでしょうか。全体的にしっとりした色味でメイクしたので落ち着いた雰囲気が出たんじゃないかなと思います。何か参考になっていたら嬉しいです。ちょっとずつでもいろいろ変えながらやっていけばきっと上達するので、一緒に頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。